一人もんだからってばあさん連れてくんなよ。そう言ってゲラゲラと下品に笑う部長。あまりにも失礼な態度と言葉。俺や部長の奥さんがやめるように言っても、独身だからってばあばあ連れてくるな。と馬鹿にしたように笑うだけ。そんな彼にどう反論したものかと考えていた時だった。加納くん、何を言ってるんだ。は？幹部たちが駆け寄ってきて、俺たちを取り囲む。それに戸惑っていると、何か起きたのを察したのだろう。まあ、常さん、今日来られてたんですね。歩み寄ってきた常務が祖母に微笑みながら声をかけた。その直後、今度は部長の顔が青ざめることになる。俺はざま歩む。独身のサラリーマンだ。俺は子供の頃から祖母の常からよく言い聞かされていることがある。人はね、弱い生き物だから自分と違う存在を嫌ってしまうの。認めず、受け入れず批判する。悲しい生き物よ。でもね、それよりも悲しいのは、そういった人たちに気を使って自分らしい人生を送れないことなのよ。まるで体験してきたかのような口ぶりで、俺にそう話してくれた。子供の頃の俺にはまだ難しい内容だった。今はわからなくても、歩が大きくなったらわかるわ。そう言って、俺の頭を撫でてくれた祖母。実際当時の俺は祖母の言葉の意味が分かっていなかった。歩はとにかく自分らしく生きればいいのよ。うん、わかった。わからないなりに出した答えは、とにかく自分色を出すこと。これが言いたいのだろうと思っていた。さて、そろそろ夕飯作りをしましょうかね。俺も手伝うよ。俺の家は父親と俺、弟と祖母の4人家族である。母は俺が高校生の時に亡くなってしまった。おばあちゃんの言う通り、あなたは自分らしく生きていくのよ。天国でずっと見ているからね。病気だった。病気が発覚してからは早く、闘病虚しく、あっという間に天国に旅立った母。それでもその短い時間でいろいろと話をした。だから葬儀の時もきちんと見送ることができたと思う。何にも心配ないからね。おばあちゃんがしっかりと守るから。そして母が旅立った後、祖母が代わりに家の家事などをしてくれた。父は自営業を営んでおり、なかなか家事をこなす時間がなかった。そのため祖母の存在は俺や弟にとってかけがえのないものであったのだ。父さんはどうして今の仕事を始めたんだ？昔からやってみたかったんだよ。祖母の教えを俺と同じように受けてきた父もまた、自分がやりたいことをやってみたい。そんなことに忠実だった。例の自営業も父が子供の頃からやってみたかったことであり、祖母は一切の反対をしなかったらしい。そのため大変だけどやりがいがあると楽しそうに仕事をしていた父。しかし母が亡くなってすぐの頃はさすがの父も意気消沈してしまっていた。父さんな、仕事を畳もうかと考えてるんだ。そんなことを言っていた父。俺は父がそう言うならと反対しなかったし、弟もそうなんだとしか返さなかった。祖母だけが父の言葉をしっかりと受け止めた。あんたがその一時の感情で動いて、店を閉めて絶対に後悔しないならいいと思うよ。それで今一瞬でもって思ったなら、閉めるのはやめときなさいな。そしてそうアドバイスをした。その結果、店は存続することになったのだ。そんな家庭で育ったこともあり、俺は大学に入っても部活やサークルに校外活動などいろいろなことにチャレンジした。歩は毎日楽しそうだな。まあね、興味の出たことには
一通り参加してるから、毎日いろんな経験ができて楽しいよ。そのおかげで、俺はたくさんの経験を積むことができたのだ。それから卒業後は地元の商社に入社することに。大企業というほどではないが、地元では影響力のあるくらいの大きな会社ではあった。会社でも自分らしくやっていこう。そんな風に思いながら、ここから社会人として一歩を進み出す俺は、期待に胸を膨らませていた。あんまり最初からかっ飛ばしすぎるなよ。兄貴は空気が読めないところがあるんだから。そんな俺に笑いながら声をかけてくるのは、今年大学生になった弟の翔太だ。彼もまた自分の夢を叶えるために、今一生懸命勉強をしている。そうかな？そうだよ。兄貴は自分の言いたいことをズバズバ言うけど、それを不快に感じる人だっているんだから。その言葉に思わず苦笑する。確かに俺は言いたいことを言う。それでトラブルになったこともあったので、今では一応遠慮するのも覚えた。大丈夫だよ。俺だって大人になったんだから。そう言って笑うと、どうだか、と翔太はつぶやいていた。ざまくん、どう？仕事には慣れた？はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで働きやすいです。俺が就職した会社は優秀な社員が多かった。一人一人の能力が高いこともあるが、そういう意味での優秀というわけではない。そうか。何か言ってくれ。みんなで俺たちはいつでもフォローするからな。ありがとうございます。仲間同士声を掛け合い、助け合う姿に俺はとても感動した。一人のミスをチームで支え合い、最小限に抑えるように努めている。また、周りに合わせた発言ではなく、こうしたいとか、ああしたいとか、意見が頻繁に出て、みんながそれを真剣に考える。決して場を乱したいからの発言ではなく、良いものを作りたい、良い商品を生み出したいという気持ちが伝わってくる。そんな雰囲気だからか、社員一同が同じ方向を見ながら自分の色を存分に発揮していることに、俺は居心地の良さを与えられていた。ここでなら、俺らしく仕事できる。そう思えたのだ。おい、新人を甘やかすな。そんなんじゃ成長なんてできないぞ。加納部長。そんな過ごしやすい会社の中にも、やはり合わない人間はいるものだ。それが部長である加納慎吾である。加納部長は誰に対しても高圧的な人間だ。まあまあ加納くん、成長してもらうためにも私たちでフォローするのも大事だと思うよ。甘いんですよ。そんなんだから最近の若者は軟弱なんだ。後輩だけにずうずうしいのではなく、上司に対しても強い物言いで詰める。自分色を出してつまらない人間にはならないという社風であるからこそ、彼の態度は加納色として認められている。それでも加納部長は周囲の人から苦手意識を持たれていた。加納部長もそのことは薄々感じているのだろう。俺がどれほど会社のために意見を言ってるのか、お前らは分かってないんだ。そう若干八つ当たりのように周りの社員に話していた。自覚があるならやめればいい。しかし本人からすると、周りが自分に合わせろといった精神でいる。加納部長の言いたいことは分かっています。俺も周りに頼りすぎないようにします。その場はそう言って適当に受け流した俺。今でこそ大人な対応をしているが、加納部長の態度に一度腹が立った入れは、彼に物申したことがあった。きっかけは大したことではない。身上の人間に挨拶ができないとは、どんな教育を受けてきたんだ。新人挨拶の仕方が気に入らなかった。そんな理由だった。たとえこっちが挨拶をしなくても、下っ端であるお前は誰よりも先に大きな声で日頃の感謝の気持ちを込めて頭を下げなきゃならんのだ。と、わけのわからないことを言っていたのだ。それを聞いた俺は思わず、感謝の気持ちが
加納さんにはないってことなんじゃないですか。生意気なことを言うな。と、口を挟んでしまった。次の瞬間、加納部長は烈火のごとく怒り狂って、俺を叱責してきた。この俺に意見とは、随分と偉くなったもんだな。と、俺を威嚇する加納部長。それから彼があまりにもヒートアップしてしまったため、収拾がつかなくなる事態に。何を騒いでいるの？すると、騒ぎを聞きつけてきた常務の田所よし子さんがやってきて、その場を収めてくれた。さすがに常務を相手にするつもりはなかったのだろう。あっさりと消えた加納部長。座間くん、自由に意見をするのは大切だけど、時期を考えてちょうだい。もうじき、創立記念パーティーもあるんだから、あの人をイライラさせて、得なんか一つもないの。加納部長を見送った田所常務に注意をされてしまう。でもまあ、あまりひどい時にはね。田所さんはこっそりと俺に耳打ちしてにっこりと微笑んだ。そんな彼女だからこそ多くの部下に慕われている。俺もそのうちの一人で彼女の下で働けるのはありがたいと思っていた。歩夢くんは相変わらずだね。そう笑いながら俺に話しかけてきたのは俺の同期の木田由美さんだ。彼女もまた向上心が強く積極的に仕事に取り掛かっている。そんな彼女のことも気に食わない加納部長は女のくせにと叱責することがある。君だって人のこと言えないだろ。この間加納部長に女だから何ですかって言い返しただろ。まあね。そう言って笑う彼女につられて俺も笑ってしまった。そんな俺たちの様子を見て田所さんも仲良さそうで何よりと微笑んでいる。仕事はどうだ？家に帰ると先に帰宅していた父にそう問いかけられた。ああ、楽しんでいるよ。社風も俺に合ってるし。それならよかった。店の方はどうなんだ？こっちも順調だよ。近々新しいことを始めるつもりなんだ。楽しそうに言う父。母のことからすっかり立ち直った姿を見て、俺も安心する。歩夢もお帰り。すぐに夕飯出せるからね。ありがとう、ばあちゃん。翔太は？霧のいいところまで勉強するんだって。それから、俺は祖母の用意してくれた食事と風呂に感謝しつつ、家族団らんを楽しんだ。数日後、創立記念パーティーが開かれることに。こんな大きなホテルでやるなんて緊張するな。創立記念パーティーは大きなホテルを借りて盛大に催されるのが通例だ。創立してからまだ半世紀ほどしか経っていないのにもかかわらず、かなり大きく成長したこの会社のパーティーは、参加者全員が経費で飲み食いできることで人気がある。たくさん参加してる。田所さんの旦那さんもいるみたいだ。参加者は会社に勤めている本人に加え、奥さんや旦那さんを連れてくることができている。案の定、田所さんもダンディーな旦那さんを連れて会食を楽しんでいるようだ。本当に私を連れてきてよかったのかい？いいんだよ。俺には恋人もいないし、一人で参加するのも寂しいからさ。そんな中、俺は祖母と共に参加している。残念なことに、俺には恋人がいない。周囲は結構な数のパートナーを連れてきているようだ。はじめ、俺は誰も連れてこずに式典に参加しようとも思っていたが、せっかくなので、俺は祖母を連れてくることにした。俺にとってばあちゃんも大切な人だよ。今の自分がいるのは紛れもなく祖母のおかげである。今までの恩を少しでも返すために式典に連れてきたかったのだった。久々にこういう場所に来たけど、やっぱり気づかれちゃうわね。そう言って笑う祖母。その言葉とは裏腹に、なんだかんだ楽しそうな雰囲気だ。まあ、せっかくの機会だし、楽しんでよ。そんな祖母に、
俺もが笑顔でそう返す。あ、ざまじゃないか。和やかに祖母と話していると、俺たちに歩み寄ってくる人物がいた。その人物とは、加納部長。なんだざま、お前の彼女かその人は。一人の女性を連れてきた加納部長は、酔った様子で笑いながら話しかけてくる。お前、年上が好きなんだな。まあ、年上っていうか、ババアだけど、一人もんだからってばあさん連れてくるなよ。あんた何言ってるの？やめなさいよ。独身だからってババア連れてくるな。失礼な物言いに、隣にいる奥さんとおぼわしき女性が小声で言いながら加納部長の腕を引っ張る。しかし、聞く耳を持つ様子はなく、ニヤニヤと笑いながら、俺と祖母を交互に見ながら言ってくる。それにムッとしながらも、この場の雰囲気を壊さないように冷静でいるように努めた。僕の祖母です。今まで母の代わりに世話をしてくれたので、今日はゆっくり楽しんでもらおうと思って連れてきました。ああ、お前、片親だったな。かわいそうに、まともな愛情も受けさせてもらってないんだろう。おばあさん、育て方、失敗したかもしれませんな。こいつ、目上の人間を何とも思っていないようなやつですよ。そう言って、祖母の顔を覗き込んで笑う加納部長。それに、さすがに言い返してやろうと思って口を開いた時だった。加納くん、何を言ってるんだ。あ、近くで俺たちの話を聞いていたのだろう。幹部たちが駆け込んできて、俺たちを囲んだ。それに、加納部長だけでなく、俺まで驚いて固まってしまう。その間にも、幹部たちは加納部長に、訂正するんだ。彼女は、と口々に言っていた。どうしたの？すると、騒ぎに気がついたらしい田所さんが歩み寄ってきた。いぶかしげな顔をしていた田所さんだが、祖母の姿を見ると、パッと笑みを浮かべる。まあ、ツーネさん、今日来られてたんですね。そして、微笑みながら祖母に話しかけた。その様子に、俺と加納部長の頭の上に、ハテナマークが浮かぶ。ええ、孫が誘ってくれたのよ。古い人間が顔を出すのはどうかとも思ったけれど、孫の誘いだから断れなくって。微笑んでいる田所さんに、同じように笑顔を浮かべて返す祖母。親しそうに話す二人に、俺は首をかしげた。なんでばあちゃんと田所さんが知り合いなの？思わず祖母に尋ねると、代わりに田所さんが答えてくれた。知らなかったの？常さんはこの会社の創業者である光秀さんの奥様で二代目社長じゃないの。え？ああ？田所さんの言葉に俺も驚いたが、俺以上に加納部長が驚いていた。先代社長だと？どうやらその事実を聞いて酔いも覚めたらしい。先ほどまで赤らんでいた顔は真っ青になっていた。そんな加納部長に祖母が一歩近づく。それで、お話が途中でしたけど、私の教育がどう間違えていたのか教えてくださいますか？そして、鋭い目つきで尋ねた。その視線に加納部長はしどろもどろになる。あなたは何も知らないで口を開いたのね。自分の行動を懺悔なさい。そんな彼に田所さんが冷たい視線を送る。きちんと私の問いかけに答えなさい。それと、ずいぶん失礼な物言いをしていたわね。奥さんに止められてもなお、相手に嫌な思いをさせるなんて、一体何を考えているのかしら？そこからは、今まで見たことがないような表情で、加納部長を責め立てる祖母の姿があった。初めて見る光景に、俺も黙って様子を見るしかない。ひとしきり言った後、祖母はため息をついた。あなたの処遇は、よしこさんに任せますけど、もし私が社長であれば、あなたが二度とこの業界に戻ってこれないようにしていたわ。
そう冷たく言い放った祖母。大変申し訳ありません。本当に申し訳ありませんでした。祖母の言葉に夫婦ともども涙を流して平謝りする。そんな姿を見て奥さんのことはかわいそうだと思うが、加納部長をかばおうとする人物はいなかった。結局、その後すぐに加納部長はクビになった。先代の社長に対してあまりにも無礼な発言をしたということで、現社長であり田所さんの旦那さんがブチ切れたのだ。それでもと、もしお前を擁護する奴がいるなら、降格くらいにとどめてやってもいい。温情をかけてそう言っていたようだ。それを聞いて正直社長も悪い人だなと思った。ただでさえ周りから嫌われているんだ。彼を助けようとする人はいないだろう。あの人、俺にかばうように言ってきたよ。普通に断ったけど。俺も断った。あの人のことを訴えようって奴はいても、守ろうとする奴なんかいないだろう。結果、予想通り誰も彼のことを守ろうとする社員はいなかった。むしろ今までの恨みを晴らすがごとく。今まで自分たちは彼にこんなことをされたんです。と、出るわクビにしないならこっちが辞めるという社員も出てきた。そのため、社長は社員たちの意見を聞いた上で、加納をクビにすることにしたのだ。なんでも、奥さんに逃げられたんだって。風の噂で奥さんに逃げられたと聞かされた。まあ、あの奥さんは常識人そうに見えたし、これ以上一緒にいたくないと思うのは当然だろう。それで、加納さんは今どうしてるんですか？ああ、日雇いバイトでその日暮らしをしてるんだってさ。話してくれた先輩の話によると、たまたま交通整理をしている彼の姿を見かけたらしい。他にも加納の元同期のところに、援助してほしいという連絡が来たそうだ。まあ、みんな無視して連絡先をブロックしているそうだが、バイト先の人に迷惑をかけてないといいけど、そうつぶやいて、俺は仕事に向き合うことにした。そういえば、ばあちゃんの言ってた意味は何なんだろう。創立パーティーが終わった後、どうして教えてくれなかったの？俺は祖母にそう尋ねた。祖母が先代社長であったことに驚いたのは、俺も同じだったからだ。正直、歩があの会社に入ったと言った時には驚いたわ。言おうかとも思ったけど、私の言葉であなたの方が変なプレッシャーに押しつぶされないか不安に思ったからよ。俺の問いかけにそう答えた祖母。その言葉に変なプレッシャーとは何だろうかと首をかしげた。しかし祖母はあえて説明しなかったのだからと深掘りしなかった。まあ気にせず自分らしく仕事をすればいいか。そう思っていた俺に待っていたのは受け入れがたい現実だった。なあ、ざま、お前常さんの孫らしいな。はい。まあ、常さんの血を引き継いでるなら大丈夫だな。祖母が先代社長であることをあの一件で他の社員も知ったようである。そのため先輩たちからよく話しかけられるし、よくわからない理由で仕事を任されることが多くなった。しかし、俺には一つどうしても引っかかることがある。みんな、俺を先代の孫として見てくるんだよな。仕事を任せてくれるのは嬉しい。だが、先代社長の孫というネームプレートがあるから与えてくれるような気がしてならなかった。今までは一人の社員として見てくれていたはずだったが、今は違う。そのことに気づいた瞬間から次第にがんじがらめになっていった。俺自身っていうより周りに合わせる感じになってる気がする。自分がしたいことや言いたいことなどは極力控えるようになり、周りをまとめることや祖母の孫としての言動を心がけるようになってしまったのだ。最近のざまは良さが身についたな。ありがとうございます。その結果、そう言われるように。
祖母の顔を潰さないように取った行動は上司からの受けはいい。しかし、俺の心の中には満足しないモヤモヤが残っていた。だから、歩夢くん疲れた顔してるんだね。そんなモヤモヤを由美さんに聞いてもらった。彼女をはじめとした親しくしていた同期とは距離ができてしまっている。やはり先代社長の孫というのを気にしているのだろう。それでも以前と変わらず話しかけてくれる由美さんには感謝しかなかった。正直言うと今の歩夢くんには話しかけづらいし仕事もやりにくいわ。彼女の話によると、ベテランたちや上司が俺の周りにいることで話しかけるのも気が引ける。さらに以前は意見をガンガン出していたのに、今は調整役に回っている状態。少なからず俺に影響されていた同期も中にはおり、仕事に影響しているそうだ。あなたらしくないと思うし、同期のみんなから少し警戒されてるよ。あなたに目をつけられたら上司にも目をつけられるんじゃないかって。その言葉に俺はため息をこぼした。ざまくん、次のプロジェクトなんだけど、君にリーダーを任せたい。はい、わかりました。この頃になると俺はプロジェクトリーダーになることが多くなっていた。いろいろな事業を推進していく中で上がるプロジェクトを牽引していくことが多くなったのである。ざまに任せれば大丈夫だよな。ああ、あの常さんの孫なんだから。とはいえ、これは俺が自分でやりたいという自主的な参加ではなく、周りからの推薦が大きなところであった。先代の孫なら任せても大丈夫だろう。そんな感じだ。信頼されるのは嬉しいが、あくまで先代社長の孫だから。そのため、今まで楽しんで仕事をしていたが、最近では複雑な思いで仕事に取り掛かっている。そんな日々を過ごしていたある日の会議。ざまさんはどう思いますか？そう尋ねられ、一瞬黙ってしまう。反射的に自分の意見を言おうとしたが、自分の発言で今までの進捗具合に水を差すのは悪いと思った。みんなが一番やりやすい選択をしていいと思うよ。その結果、無難なことを言ってしまった。わかりました。その時は他の社員は笑顔で賛同してくれた。それにみんなにはバレないように、夫、安堵の息を吐く。歩夢くん。そんな俺を由美さんが複雑そうに見ていたことには気づかなかった。それから数日後。ざまくん、ちょっといい？俺は田所さんから呼び出しを受ける。加納とのやりとりのような問題は起こしていないし、プロジェクトも順調に進んでいる。そんな状況で呼び出されたため、俺は理由がわからず内心首をかしげた。最近の君の勤務態度、あまり良くないわね。呼び出された先で俺はそう言われた。まさかそんな風に言われるとは思わず、数秒思考が止まる。勤務態度ですか？協調性を乱してるつもりはありませんが。その考えが良くないって言ってるの。すぐに反論するが、きっぱりと言い捨てられた。この会社の社風は自分色を出すこと。加納さんですらできていたのに、あなたはいつからイエスマンになったのかしら？その言葉にハッとなる。確かに部下や先輩から意見を求められても、みんなが選んだならいいと思うといった誰でも言っていそうなことばかり最近は言っているのだと自覚したのだ。分かってもらえたようね。あなたの立場はこちらとしても分かってる。でも今後のためにももう少し考えましょうね。田所さんの言葉に俺はうなずいた。それから俺は田所さんに言われたことを考えながら帰宅する。おかえり。あら、ただいま。私がいらないことをしたかしらね。帰宅した俺を出迎えてくれた祖母は、俺の顔を見た途端につぶやく。それだけで俺が悩んでいることを見抜いたらしい。祖母には頭が上がらないと苦笑した。ばあちゃん、話を聞いてくれる？
それから俺は祖母に田所さんに言われたこと、自分が先代の孫という色眼鏡で見られていること、それに答えないといけないと思っていることを話した。俺の話を遮ることなく相槌をしながら聞いてくれた祖母は、話を聞き終わると困ったように笑う。私が思った通り、あなたは変なプレッシャーに押しつぶされそうになっているのね。でもね、確かにあなたは私の孫で、それは変えられない。どうしようもないことなの。でも、私とあなたは違う人間なんだから、私のことを考えて行動するより、自分のやりたいこと、自分だけの色を出していいの。穏やかな口調で、俺の手を握りながら話してくれる祖母。決して俺を責めることはなく、諭すような話し方は、すっと俺の心に入ってくる。イエスマンより、そっちの方が私の孫っぽくてみんなも好きだと思うけどね。そう言われ、俺は納得した。確かに周囲の顔色を伺って祖母のメンツを保とうとするよりも、今まで以上に自分らしさを出した方が祖母の孫として祖母のメンツが保たれるのではないだろうか。そんな風に思ったのだ。ただいまーって、兄貴帰ってたんだ。その時、翔太が帰ってきた。その手には分厚い書類が握られている。あ、今日は早めに帰ってきたんだ。翔太の方は勉強進んでるか？まあね、昔からの夢だから、勉強自体は苦じゃないけど。翔太の夢とは弁護士になることだ。昔からこいつはヒーローになるのが夢で、最終的に目指したのがヒーローのように誰かを助ける弁護士だった。そうだ、実は兄貴に相談があったんだ。どうした？ばあちゃんから話を聞いたんだけど、ちょっと揉めてんだろ？よかったらその話を聞かせてほしいんだ。それで弁護士としてどんな風に対応すべきなのかシミュレーションしたいんだ。どこか楽しそうに話してくる翔太に俺は一度苦笑するも。あくまで話せる範囲でならいいぞ。弟らしい姿に俺は喜んで協力することにした。それから俺は田所さんや祖母のアドバイスを参考にして会議ではどんどん発言するようにした。俺はこっちの案がいいと思う。しかしこの案なら、もちろん他の社員と意見の違いで揉めることもある。しかしそれも俺にとっては楽しい要因となっていた。今の歩夢くんとなら楽しく仕事ができるわ。由美さんにもそう言ってもらい、楽しい一日となった。やがて俺が参加しているプロジェクトは軒並み成功していく。さすがは先代の孫だ。そのおかげか、俺は以前よりもそう言われることが多くなっていった。最近は楽しそうな顔をしているな。一緒に食事をしていると父からそんな風に言われる。父の言葉にえっと返すと、最近のお前はどこか追い詰められた顔をしてたからな。安心したような顔でそう言ってきた。どうやら俺のことで随分と心配をかけてしまったらしい。あ、また仕事が楽しくなってきたんだ。それならよかった。自分のやりたいようにやり始めると、みんな驚いたような顔をしていた。だが、真っ先にそんな俺を同期が受け入れたことで、みんなもあっさりと受け入れてくれた。そんなこともあり、俺はまた楽しくできている。俺もばあちゃんも、いつだってお前の味方だ。だから、自分の思うように動きなさい。そう言ってくれる父に、俺は笑顔でうなずいた。自分らしさとは、今の時代ではなかなか出しにくいものである。特に組織に入ってしまうと、子よりも全体を尊重しなくてはならない時もある。しかし、だからこそ、己を消さず、輝ける場所が必要なのかもしれない。最近の歩夢くんは本当にいい顔をするようになったわね。ある日、由美さんからそう話しかけられた。それにありがとうと返しながら、俺は彼女の顔を見つめた。俺が自分らしさを出せずに追い詰められていた時、変わらない姿で話しかけてくれた彼女。気づいた時には
俺はユミさんに惹かれていた。そんな俺が唯一引っかかること。あのさ、ユミさん、聞いてもいいかな？私に答えられることなら。創立パーティーに一緒に来てた人って。実は、創立パーティーの時にユミさんは一人の男性を連れていた。その存在が気になり、俺は彼女に思いを言うことができずにいる。ああ、あの人？私の兄だよ。どうやら彼女がパーティーに連れてきたのはお兄さんだったらしい。私、彼氏とかいないから。それで兄に彼氏役を頼んだのよ。どこか照れくさそうに言う彼女。そんなユミさんが愛おしく感じ、俺は何も考えずに彼女に自分の思いを打ち明けた。君さえよかったら、俺と付き合ってほしい。え？俺の言葉に顔を真っ赤にするユミさん。しかし、すぐにうなずいてくれた。そのため、俺は大喜びすることに。これからは彼女と一緒に自分らしく生きていこうと心に決めたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。